JBL2 回目の続き。これが例の、はい、これですね。かっこいいよね、その椅子ね。椅子これはパラゴンの前景ですね。DD44000、はい、横幅が3メーター弱ですね。3メーター、そうか、改めて数字で聞くとでかいですね、やっぱね。はい、ステレオワンボックススピーカーになります。中に入っているユニットは075、375、はい。で、まあロッドによって初期だと 154C っていうウーファーと、後期は LE15A、 3ウェイですね。2チャンネル分のユニットが入ったワンボックススピーカー。はい、1985年まで最後フェライトのマグネットになって生産されてました。私の記憶では1985年に私の上司が日本に入った最後のパラゴンを売ったのを覚えてます。85年だったと思います、記憶で。はい、結構ロングランですね、そういう意味では。はい、まあだから前期中期後期とかね、なんかそういう前のフロントの板目の数が違うとか。その通りですね。はい、だからまあ3-way-6スピーカーですよ。はい、まあね、かつ入力がこういう呼び方はなかなかこういうワンボックスじゃないと言えないよ。3-way で6スピーカーそれにツイッターがつくっていうことがやっぱり珍しかった初めの頃のスピーカーだと思います。ツイッターという大体基本的にね JBL は 2-way、はい、まあでもそれ結局最後の最後というか今になっても 2-way プラスツイッターっていうのはもう JBL の一つの形ですよね。単ノイでも同軸だし、バイタでもみんな大体、はい、ホーン型のものは 2-way だったので、2-way で可調範囲のほぼ全てを賄って、ツイッターが最後少し足すっていう。まあこれをその35の時に、まあ、前に入った自前のオリンパスからこれに満を持して変えたわけですね。オリンパスですね。オリンパス、はい、かなり良くなってました。自分でも最終的にはあの音がよくここまで来たなというところまで鳴らしたスピーカーでありましたけど、まあそれを片付けて新宿店にその時いましたので、1週間毎日店に残って11時ぐらいまで全部バラバラにして各部を磨き上げて私利私欲のために閉店後ですからね、はい、磨き上げて1週間後に会社の同僚と自分の家に自力で運び入れました。はい、業者頼まないでね。まあ作業が始まって10時に自分の部屋に運び入れて、まあ10時から組み立て始めて完成したのが朝の5時。分解できるとはいえ総重量は100キロを優に超える。たくさん知ってるわけではないですけど、ちなみに私のパラゴンはシリアルナンバーが226番です。暗記してるんですね。はい、226番、忘れもしない。はい、まあ初期の頃でその 154C というウーファーが入ってるタイプのものでありました。当然ですけど合板とパーチクルボードが入ってるわけですけど、やっぱりかなり密度が薄い軽い感じを得ました。はい、私は。はい。まあそんなこんなで足とかもう猫足も後ろの足も裏板もユニットも全部運び入れたのでそんなに大変ではなかったんですけど、まあ一人で組み立てるのはかなり至難の技で立てたりいろいろやりながら足がなかなかはまんなかったりとかして傷つけないようにしっかりやらなきゃと思ってやったわけですけど、まあ組み上がって水平も取れて。パラゴンって大変なんですよ、水平取るの右と左でカチッて合わせる時に天板が揃わないといけないので高さが、まあそれを経てやっと組み立て終わって急いで、まあ誰でもそうだと思います、早く聞きたいって、急いで開けきらぬうちに大きな音も出せないのにチラッとつないだ音はまあ喜びも楽しみも何もない悲惨な音でしたね。今日も、はい、よく15年でやっと作り上げたものでそこに移れたよね。いやいや、まあようやくだよ15年でねよくなるようになってきたスピーカーいっぱい勉強させてもらったし、あ
なせばなるっていうことをオリンパスが教えてくれたので、それが自分にとって実は一番これからパラゴンを鳴らしていく上で実は一番基礎中の基礎の部分だったんですけどね、まあ同じアンプスピーカーケーブルにつないだ先だけの違いでこうも世界が変わるのかって思うぐらい、見事に悲惨な世界でしたね。多少は自信があったわけでしょ、だからオリンパス経験。もちろんもちろんもちろん。それがこの話は何回も聞いたことあるけど、青ざめたってちびまる子ちゃんの顔がさーっと縦に線が入るほんとさーっと線が入るような感じで、夏の始まりだったですね、確かね、組み上がった時が、まあ努力して聴こうと思ったんだけど、実はその年の夏は僕ね、ほとんど部屋に入りませんでした。絶望のあまり。絶望のあまり外は暑いし戦う気力が冷え切った部屋でも、ちょっと戦う気力が湧く、いやまあ何がいい、そこまで悪い音だ、悪い壊れてんじゃねえのっていう、そう壊れてんじゃないのっていう、特にウーハーが鳴ってないみたいな感じの音は、ホーンロードで38センチで出ないわけがないと思ってるものが全く出ない、感じない、もう375と07がギャーギャー鳴ってるという、中で、まあそれでもやっぱり秋ぐらいからやっとね、さすがに鳴らし始めないとなと思って点検をし始めて、まあ鳴らして、まあそんな一朝一夕でいくとは思ってはいませんでしたけど、まあ3年かかりましたかね。その間に何人かの人が聞いてね、よく心配されましたよね。これでいいのかとか、大丈夫ですかとか、でも結論として故障はなかったんでしょ、致命的な。そうなんですよ。3年間、ありとあらゆるウーハーを右左入れ替えたり、ネットワークを入れ替えたりしても、パラゴンを前に出して裏蓋外していろんなことをやりましたけど、当初初めに手に入れた位置のものがちゃんと3年後にはその場所に収まってました。はい、元の通りでよかったんだ。元の通り3年間かけて元の通りにしたというのが現実で、間違えてなかったっていう、まあその部分がまず3年かけてやっと安心できた一つですかね。もうこれでユニットを入れ替えないで済むっていう、それはどちらかというとやっても無駄だっていう感じもありましたけどね、これ以上こんなことをやっても無意味だっていうところまで行き着いたのが3年間。一回前出して裏蓋開けて全部点検で半日かかるでしょ。半日かかりますね。オリンパスの時もやってたよね。やってた。だから同じでしょ。同じサランネット外して完全に踏んでるよね。ウーハーの片側開いた穴に本を入れたり、瓶を入れたり、めくら板の大きさを変えたり、夏休み中に1センチずつ切って漢字を確かめたりしたことはやりましたけど、オリンパスも 3way だったんでしょ。だって 3way です。だから構成はそう変わらない。変わらないってことでしょ。珍しく JBL の 3way を引き継いで使ったと。同じユニットで箱だけ違うのに、ほぼ同じユニットで箱だけ違うのに、どうしてこんなに違うんだよっていう。それもまたなかなかあの時代のね 3way ってあれだから、それがずっと15年プラス20何年続いてるのもすごいよね。まあでもパラゴンっていうのは逆にシンプルで、オリンパスの時はどこに置くかっていうのがすごい重要なことだったし、上に乗せてた HL89 の位置とかすごい重要で、それに結構神経を使いましたけど、パラゴンは神経を使うところがないんですよ、置き方に関しては。前後にしか動かないのでまだ想像できてない人いるかもしれないですけど、2本のスピーカーじゃないですからね。そうですそうです、LR がないスピーカーなので1台ですから、もう部屋の真ん中に置いたら、後ろの壁から何センチ離すしか、チューニング方法がないので、僕は持ち上げるとかそういうのは大嫌いだったのでやらなかった。絶対やらない、かっこ悪くなるのでやらないっていうのもあったし、動かせないから持ち上げちゃうと、まあ僕が前後するかパラゴンが前後するかしかなかったので、まあそれで低域の感じをつかみながら、まあ3年5年鳴らしてって、まあやっと決めたのが5センチ5ミリ。何年目で5年、まあ3年から5年の間に、まあこの辺でいいだろう。壁からパラゴンの背面までの位置が5センチ5ミリ。もちろん自分も動いたってこと。もちろん距離も取ったっていう。
まあ今25年以上使ってますけど、まあ残りの20年間で4回ぐらいいじったけど、やっぱり5センチ5ミリなの、だからこれは間違いないと、もういじらないでいいって、まあそんな感じでね、今言ったようにその悲惨な、みんなが心配してくれるような壊れてるんじゃないかとか、そういう音はまあ今は出てません、今は出てません。今はまあちょっと自信、まだあるけど、まだちょっと自信がある音、本当に豊かで、一つの箱から出てくるその音情感とか臨場感とか音の厚みみたいなものはやっぱり独特なものがあって他に変えられないかなと。パラゴンならではっていうことですね。はい、さっきオリンパス、まあ、JB パラゴンって来たけど、まあ、その間に僕はお店で4343でも、その昔のやっぱりランサー44とかランサー101にしろ古いものを、まあ、後ろにもねメトロゴンがいるけど、見てきてるけど、やっぱり JBL っていうのはすごいなと、歴史の重さ、まあ現代に至るその成り立ちにしても、まあそれを作ったのはやっぱりねジェームス・バロー・ランシング、まあ早くねもう皆さんも知ってる通り死んでしまいましたけど、自殺してしまいましたけどね、まあその経緯はいろんなものがありますけど、やっぱり一つのそのスピーカーユニットを設計するということに関してはやっぱり一つの天才だったんですね。はい、パラゴンっていうとね、やっぱりスタジオモニターに比べて家具調っていうか、そのもちろん、JBL はやっぱりその家庭で使うためのスピーカーを作るっていうのがまあ一つの分かれた原因の一つであると聞いてますけどね。アルティック、ウエスタンエレクトリックからアルティックで JBL で創立間もない頃に亡くなって、まあでもそのランシングの意向を継いでみんなこう素晴らしい、その後の人たちもすごい人たちがやっぱり残って、やっぱり会社としてしっかり成り立つようなものを作る、そのまあ最初の究極のスピーカーがハーツフィールド、ライフ誌で究極のスピーカーって本当に美しいですよね。もうこういうデザインってどっから出てくんだろうっていうぐらい、音響レンズにしても、バッサリ裏は隠れるから仕上げてしてないけど、見えるところに関しての突き板にしろ仕上げにしろもう全て贅を尽くすような感じ、 2way でも十分今でも通用する独特な雰囲気を持ったスピーカーで、中のね資料を知ってる人だったら分かりますけど、中の折り曲げホーンのやっぱり精巧さ、複雑さを見てもやっぱりすごい。でもやっぱりその元は JBL ランシングさんが、JBL ランシングさんが作ったユニットの性能のおかげだと、そうですね。それが脈々とやっぱり引き継がれて、頑張って今もね頑張って今度はね750という SA750 というアンプも出るらしいですけど、そのなんていうのかね、こう日本人にやっぱりその姿勢が多分60年代70年代すごく受け継がれたんだと思いますけど、日本人に受けたんだと思いますけどね。最強のユニットありきっていうユニットありきで最高のエンクロージャー、美しいエンクロージャーありきっていう、そうね、それも確かに今でもまあ6万6000しかり、そうだね、もうやっぱり全く同じ考えというか、デザインは家庭用なんだけど、緩くないっていうか、緩くない生優しいものじゃないというかね、キャンパス人みたいなので木目のね、ただの箱に木の足だったりアルミの足をつけて、本当に古くならない、いつまでも見てても飽きのこないデザインとか、フルレンジ入れても素晴らしいグリルの中にまとめてある、ああいうセンスっていうのは素晴らしい。まあそこでこうさっきもお見せしましたけどね、こう JBL のこうカタログですけども、カタログすら美しいかっこいいですよね。かっこいい。どうしてだろうね、ロゴを見てかっこいいと思っちゃう、ね、ちょっと悔しいけどねこれね、プールサイドにこうカーニバルが置いてあるとかね、こういうのすごいおしゃれで、さっきのパラゴンの柴田君椅子がかっこいいってそういうちょっとしたものに対してもすごくね、はい、かっこいいよね。バロン、はい、美しいカタログ
すらやっぱりオーディオでこういうカタログってあったのかなっていうぐらい、カタログは確かにかっこいい、おかげさまでダイナミックオーディオに40年もいるので、たくさんのお客様やいろんな方からこういう小雑誌のようなこう JBL の色ね、こういうかっこいいね、かっこいいですね本当に。でこう細かくこれはね1964年ですね、64年のこういうそう確かにね、こういうユニットね、いっぱい載ってて、もうこれ見るだけでしびれますね、僕はだから JBL と出会えて、子供の頃にね出会えてよかったと思ってるし、それを所有するね、勇気も必要だったけど、所有できてよかったし、でも実際所有するとその結果としてはなかなかついてこないっていう、そう簡単にはいい音が出なかったと。自分にとってはそういう、なんていうの、試練を与えてくれた、試練、平和な音だったら多分あんまり要求しなかっただろうね。最初出る音がねもう最初出てきた音が平和だったら、あんまり要求はなかったかもしれないね、地獄だった地獄だからやっぱり努力したっていう、で地獄から努力するといい音が出るのかっていうと、その僕的な考えですけど、JBL 的な考えですけど、その地獄っていうのは突出してるんですよ、何かが。で何かが足りないんですよ突出する。そこはでも見つけられるんだ。平和だとフラットな、そう突出してないんですよ、あんまりね。出てるとこあってもあんまり気にならない、でも JBL はその突出がね、とてつもなく突出してるんですよ。からこそそこで一つ重要なのは全てを突出に合わせるというストロングポイントの方に全てを足りない部分を合わせる、でそのね突出してる部分を切っちゃダメ、おとなしくさせようとしちゃダメなんだ。平和な平凡な音になっちゃうから突出してる部分に1でも合わせるただそこで1でも合わせる気になるというか、希望というか、巧妙のようなものがあったわけでしょ。こうもちろん、あったし、絶対 JBL にはそれがあると思ってたから、合わせられるって思ってたから、でその合わせられるっていう僕は幸運にも実は2つの手本、初期の頃20代、30代頭の頃に2つの手本があって、前にも話した一つはうちでもイベントやってくれる山口隆さんのパラゴンの音であり、もう一つは同じ仕様？違います。彼のは LE10、僕のは154してるけど彼のは LE15A。山口隆さんの右と左が精巧に合った音っていう音、右と左が本当にピタッと合ってる、粒子が合ってるような音と、もう一つそう30代になった時にやっぱり一関のベイシー、ジャズ喫茶ベイシー、もういつかは行きたいと思ってた、ベイシーに行った時のそのオープンな音の表現力っていうのかな、圧倒されるようなその空気感、勢い、リズム感、もうこの2つを聞いて、これに近いものに到達できるんだっていう確証を得たね、できるかどうかは分からないけど、30代の時にベイシー歴然たる表現を JBL で見たので、それに近いものは引き出してあげたいなという気持ちにね、すごくこう導いてくれてね、その点については諦める要素がなかったね、諦めたら終わりだなと思ってたから、じゃあ諦めないでどうするんですかって、やっぱりひたすら鳴らすしかない、鳴らして聞いて、どうしてベイシーで聞いた感じとか、どうして山口隆さんで聞いた感じにならないのかっていうどうしてならないんだっていう、
ね、全てベイシーに行った人がどういう経験をしているかっていうのはもう皆様次第だし、何を持って帰るのか何を感じて帰るのかっていうのは人それぞれだと思いますけど、僕はもう出た音、出た雰囲気、出たノリは全てやっぱり記憶して帰って、生意気にも同じレコードを家でかけたり手に入れたりしてかけて、まあ絶望だよねやっぱりね。絶望に近い、どうしたらいいんだろうなっていう、オーディオの技でどうやったらあれに近づけられるのかなっていう、オーディオの技でね、何かを変えれば出るのかなとかね、いろいろ考えたけど、誰かがいい案をくれたりとかもないし、そういうことに関してはベイシーのマスターも菅原さんも山口隆さんも一言もないですから、聞いたやつの問題だろって、聞いた人の問題でしょっていう、もうその一言でバッサリ終わりですから。仮に言ったところでってなるかもしれない。いや多分ないんだよ、俺はこう出したいから出してる、お二人ともそう、これでしょって、これ当たり前でしょって言われたらって感じだよねどうやってこの道筋にたどり着けるんですかなんていう、もうそういう気持ちになれなかったね、なれなかった。じゃあどうすればって言ったらさ、クソと思って聞くしかないよねクソーと思って、嫌でも辛くても音量は下げない、音量下げないで聞くしかない。じゃあ一体次は何を聞いてるんだっていう、まあ当然音楽を聴くための道具であり、どんな曲でどういう判断を心の中でしているのかっていうのが当然皆さん同じだと思いますけど、まあ今自分の装置が今日はなんか気持ちよく歌ってるな、鳴ってるなって思って、やっぱり特別聴きたいなって思うアルバムをねちょっと2枚持ってきたので、お話ししたいと思います。だいぶ絞ってるね、2枚。2枚なんだね。1枚はこのカウント・オン・ザ・コーストですね。これ僕1980年中頃ぐらいに手に入れた、中古で手に入れた輸入版ですけどね、ベイシーでも聞いたことがあります。1958年の録音ですね。58年ですね。にもかかわらずステレオ録音です。素晴らしい。僕は別に何の気なしにちょっと買った、内容も知らないし、もうなんか手に取って爽やかなジャケットだなぐらいで買って聞いたわけですけど、本当に素晴らしい。ビッグバンドってなんだ、めちゃくちゃ楽しいじゃんっていう。ビッグバンドなんて本当に10代の頃なんかみじんも聞かないし、ベイシーロンドンかけたって本当にいいのかよって思うぐらい、ベイシーのマスターがのけぞったっていう音では僕の家ではベイシーロンドンはならなかったので、まあこれを聞いた時に本当に音上ステレオっていうこともあったと思いますけど、それ以上に演奏の楽しさ、彼らが本当に自分たちで楽しそうにやってる感じがねすごく現れてて素晴らしい。で聴けば聴くほどやっぱり染み込んでくる。で聴けば聴くほど自分の装置の状態がよく分かってくるアルバム。これはだからスラッツが入ってる方のスラッツの方のですね。これ2部作で出てるでしょ。だってこれ3です。3部作だ。これ間違えちゃった。これはボリューム2ですね。もう終わったねボリューム1は赤いジャケットでベイシーのモザイクで、3は鳥が映ってる、鳥っていうかもっと海辺の、ジャケットですね。3枚ありますけど、僕は2が好きかな。1も素晴らしいですけどね。まあ本当に片面を聞いてあっという間に終わってしまうっていうのはこういうことぐらい、それは楽しいからあっという間に終わってしまうような感じもあるんですけど、スラッツっていう曲でね、ソニー・ペインが一発叩くんですよ。教えてもらったんだ、再生して教えてもらったんだけど、好きだよね。未だに好きだね、本当に。あれはスネアになるんですかね。スネアでしょうね。パンって叩く音が本当に気持ちいい。
その音が自分の装置がどんどん成熟していくに従って本当により気持ちよく聞こえてくるっていう、最初の満足をどんどんこう覆していく感じっていうのが分かる、そういう意味でこうその時々で今日スピーカー調子いいなと思うと、その調子いい加減はどんなもんかなって書けるのがこのアルバム。これねちょっとこの原版自体はなかなか手に入りにくいから今国内版で横顔が書いてある2枚一組版の、もそっちの方がちょこっと見かけやすかったりするから、ちょっと聞いてみたいなっていう人はそれも目安にするといいかもしれない。必ずオリジナル版じゃなきゃいけないということはないと思うんだよね。だから真っ白いジャケット、レイシーの横顔がイラストタッチで書いてある、それはねその3枚分が2枚になってるお得な版があって、それなんかもいいと思いますよ。皆さんもしこの版聴いてみたいと思ったら中古レコード屋行ったらまず一番最初にビッグバンドコーナーに行きましょう。そこでサササササッと見てこのジャケットがあるかないかを探しましょう。スキルもねエネルギーもそうですけど、こんなにオープンマインドな音楽ってないですよね。なかなかないですよ。58年ですよ1900。見つかれば多分1000円台で買えます。そのうちの1枚ちょうどほらもう最近もうずいぶん前に亡くなっちゃったけど、この辺にもレコファンさんっていうのが言ってたね、よくね、言ってた、毎日お昼の時言ってたんだけど、そのうちの時はまさにそういう状態で1枚ね、もう入手済みと色がついたプラスチックのカゴをね普通のレコードのとこじゃなくて、そこにあったから、あんまり大きい声出さないように注意しながらそう買って帰ったよねっていうのは、たったってことはないですよ。そんな金額でこんな楽しんでこんなに時間、費やしてこうワクワクさせてくれるなんて信じられないね。たった数千円とか1000円台でね、そういうこういうアルバムを僕はよく聴いてます。菅原さんおとぎの国って言いますけどね、なんかやっぱ本当遊園地1回分というか、難しい本当の遊園地の楽しさを引き出してほしいと思いますね。そうですね、必ず入ってますから中に。これぜひ興味ある人で、もう一枚がリュートですね。バロックリュートっていうオイゲンミヤ・ドンボワっていう人で、セオンっていう古楽器の専門レーベルで、よく聞くレーベルね。フィリップスプレスがオリジナルですね。このアルバムは僕が20代後半の時にうちでイベントをやっていただいてる山口隆さんから日本版を君これ聴きなさいって言って、日本版をもらって何も言わずこれ聴きなさいって言われてそういうこと言ってくれる人は重要ですね。聴きなさいって言われて日本版をもらって、バッハの曲とかをやってるわけですけど、家で聴いて、そんなにリュートの曲演奏家もそんなにいないし聴くチャンスもなかなかないし、メジャーな楽器とは言い難いですね。でもそれでも彼の弾くそのリュートの特に親指から引き出される低弦の響きがね、本当に他のリュート奏者と違うような太くて重い音が出るのでびっくりした経緯があります。でこういうヨーロッパ版があるって元の版があるっていうのはその何年か後に知ったわけですけど、ずっと探してたけどずっとないわけですよ。さっきのジャズフロア行ったらビッグバンドを探すような形で、必ずバッハとか器楽とかいう系ないんですけど、やっと去年巡り合いました。でこのオランダ・フィリップス版を聞いてその音の違いに愕然としました。出た、さっきの覆すような話やっぱオリジナル版だよねこれはねたまげましたね。これはお金の匂いがしますね。この音で初めから聞きたかったと。とはいえ別にそんな高くないんでしょ。高くないです、高くないです、2500円でした、俺のことを待ってたのかと思ってね、買いましたけど、もう本当にこれびっくりするぐらい音が素晴らしい、輝く感じとか、響きが広がる感じとか、
でも関谷山口隆さんこれ聞けって言われて、リュートってここに中に写真があってこうちょっと見づらいんですけど、こうやって弾く中で、彼がバッハの演奏する時ってほとんどまず指のその動かす音がしない、メカノイズなし、そこでに驚いたり、さっき言ったこれは山口隆さんの受け売りですけど、低弦は必ずスピーカーの上から聞こえてこなければいけない。スピーカーの上上方から、高弦は下から、そういう向きだから、それが定位だから、そうならないとダメだよって、普通の人だとね、普通の人っていうか高い音が高いところから聞こえるって思っちゃう人はないしね、ユニットの位置から聞こえてきたりとかね、と思う人は多いと思いますが、っていうね、必ず低弦は上から聞こえなければいけない。でやっぱりその深みとか、やっぱりその輝きであるとか、そういうのが出るとやっぱりこのドンボアが曲に対する向かい合ってるその気迫とか気力、気持ちっていうのがね、音を通してやっぱりこう手に取るように伝わってくるっていうのかな。これもこれやっぱり常軌を逸した集中力というかね、そうですね、ある種の獰猛さすら感じますよね。さっきのベイシーの58年のステレオ録音のステレオフォニック的なその広がるイメージ、広がる中で定位があるイメージと、このリュートのたった一丁のリュートの楽器が真ん中で格尺としてあるっていう、バンとこう定位してあるっていう感じを、やっぱり両方の定位としてやっぱりしっかり、パラゴンはやっぱり出さないとピントが合ってないということになる。私の定位感ってそういう、これがしっかり出てればどんなステレオかけてもへっちゃらだぜっていう、へっちゃらだぜっていうか自分の空間の中でね、自分のスピーカーの持ってるポテンシャルの中で定位はあるという。カッコが必ずあるからな難しいけどね。でもじゃあステレオのビッグバンドとモノラルの、ステレオです。これステレオなんだ。ステレオですけど、これ72年から3年かな。じゃあこれもなかなかないですけど、もし興味のある方があったら、僕は今まである程度は聞いてますけど、出たリュートの演奏の中で、僕個人は大好きで最高峰だと思って聞いております。やっぱりなんて言ったらいいんだろうな、感動できないとね、感動するために時間を費やしてやってるわけで、感動って何かって言ったら、それ残念ながら僕の心の中にしかないことなので、説明は難しいですけどね、もうおかげさまでパラゴンは答えてくれたので、まだ2割ぐらいの隠してんなと思うところありますけど、それは僕が出し切れてないだけで、長いね。2割残りの2割を出そうと思ったら俺仕事辞めなきゃいけないかもしれないね。仕事辞めて